こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、言った言ってない論争に終止符を打つ、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。一件コメントいただきました。田中壮太さん、言った言ってない論争に困ってます。トラブルは必ず見ていないところで起こるので、どっちが正しいことを言っているのか分かりません。どう対応すればいいでしょうか。こんなコメントいただきました。田中さん、ありがとうございます。ありますね。子供たちが喧嘩して、お前が言ったんだろうとか、いやお前から言ってきたんだろう、お前だお前だお前だってね、そんなことあると思います。で、目撃者を探しても目撃者がいないと。で、こっちも解決してあげたいんだけれども、どっちが本当のこと言ってるのかもうさっぱりわからない。もう迷宮入りお手上げです。こんなことありませんか？ありますよね。っていうか、こんなことばっかりじゃないですか？ありますよね、そういうことをね。さあ、どうやってこういった生徒指導案件解決していったらいいんでしょうか。今日この動画最後までご視聴いただければですね、子どもたちのこの言った言ってない論争に終止符を打つ一つの解決の方向性、よくわかると思いますので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ、早速やっていきたいと思いますけれども、ちょっと気になったのがですね、この田中壮太さんのアカウントのマークですね。これもしかしてジョジョじゃないですか。もっと言ったらジョルノ・ジョバーナじゃないですか。スタンドゴールドエクスペリエンス、めちゃくちゃかっこいいですよね。僕はどっちかっていうとフーゴのパープルヘイズが好きだったんですけれどもね、どうでもいい話ですけれども、こういうのを見ると、アカウントを見るとですね、ちょっとその人の人となりというかキャラクターが透けて見えて楽しかったりするんですけれどもね、やっていきましょう。言った言ってない論争ですね。これどうすればいいかというと、解決の方向は、2つあってですね、1つ目は解決する、2つ目は解決しない、そういう方向性があったりするんですね。この2つについて今から紹介していきたいと思います。ちょっと気になるの、解決しないってやつ気になりますよね。解決しなきゃダメだろうってね、思われるかもしれませんけれども、案外実はそんなことなかったりするんですよ。まず1つ目、解決する。これがセオリーでしょう。物事のね、トラブルが起きたら解決をするのがセオリーだと思います。基本的にはもう事実を確認するっていうことと、ちゃんと謝罪を言葉として促してあげるっていう、この2つを押さえておくと問題ないと思います。で、事実確認のポイントは3つあって、1つ目は1人ずつ事実確認をしていく。2人3人トラブルが起きている子どもたちをいっぺんに呼ぶと、お前が言った言ってないって喧嘩が始まるんですよね。で、嘘の事実を伝えてきたりすることもあります。子供っていうのは一回嘘つくとその嘘を取り下げられません。自分が嘘を言ったっていうのは後から全言撤回するの怖いんですね。一回嘘ついたら嘘に嘘を塗り重ねていくんで、基本的には生徒指導の事実確認のセオリーとしては、1人ずつ呼んでください。子どもたちを1人ずつ呼んで事実確認して、1人ずつ次の子どもを呼んで事実確認していくって、これを繰り返していきましょう。1人ずつやっていくっていうのがコツです。で、2つ目は周りの子どもも同時に聞き取っていくっていうことですね。もしもその子どものキャラクターで嘘をつきがちな子どもがいるんだったら、その子どもから最初に聞き取りをするといきなり嘘を言う可能性がありますんで、そうじゃなくて、そういう場合はその子ども以外の子ども、目撃者とかから逆に聞いていって、策を掘り固めていってですね、で最後に嘘を言いがちな子どもから事実を聞き取っていくっていう方法もあったりします。で、3つ目はですね、先ほども言いましたけれども、嘘をつかせないということです。さあ、じゃあ、あったこと言ってごらんっていきなり喋らせるんじゃなくてですね、嘘を言うのはやめましょうね。別に君のことを疑ってるんじゃないけれども、嘘をつくとややこしくなってくるし、時間がこのまま1時間2時間3時間ずるずると長くなっていってしまうので、嘘は言うのはやめましょう。もしも嘘を言ったことが分かったら、先生厳しく叱りますっていうことを穏やかにね、言ってあげたらいいと思います。それだけで子供ピシッとね、ちゃんと正直に、言う必要があるなっていうのは分かると思います。そういうことを先手を打たずにいきなり子供に主導権を委ねてしまうと、嘘800並べ始める子供の中にはいるんで、先手を打つっていうことですね。で、2つ目のポイントとしては謝罪を促すっていうことですね。子供たちは結構やっぱりですね、ごめんねって言われたらスーッと怒りのボルテージが落ちていくものなんですよね。なので、きちんと謝罪を言葉にして表現させるっていうのはすごく大事ですけれども、やっちゃいけないのは謝りなさい、事実確認終わりました、あなたここ悪いですね、あなたここ悪いですね、ここ謝りなさいっていうふうに
いうのはよろしくないですね。なぜなら子どもたちがまだその時点で納得していない場合、先生に無理やり謝らせられたっていうふうに解釈するんですね。でモヤモヤを残したまま下校するわけですよ。お家に帰るわけですよ。で軽減な表情をしてて、お家の人が聞くわけですね。どうしたの？なんか機嫌悪いじゃない？どうしたの？先生に今日こういう喧嘩があったんだけど、先生に僕悪くないのに無理やり謝らせさせられたみたいに保護者に説明するんですよね。でそれを聞いた保護者が何それ？先生ちょっとひどいんじゃないの？っていう子どもたちの喧嘩からいつの間にか怒りの矛先がこっちに向いているっていう地雷を踏んじゃうパターンがあるんですね。生徒指導のフィナーレのポイントはですね、絶対にこちらが無理やり謝らせることはしないっていうことです。じゃあどうするのかって言ったらこんな感じですよ。今事実確認ここまでしてきました。お互いに反省すべきところがありましたね。その反省すべき気持ちがあるんだったら、その気持ちをそのまま素直に相手に伝えたらいいですよ。さあどっちから言ってもいいですよ。どっちが先に言えるかなっていうのを伝えてあげると、はいって言って、僕が最初ドンと押しちゃって悪ふざけだったんだけれども相手に嫌な思いさせちゃったのがちょっと反省してます、ごめんなさいっていうふうに言ったら、正直に言えたので、これでいいわけですよ。そしたら相手も言えると思います。一人が謝罪の言葉を口にし始めたら、あとはドミノ倒しのようにトン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 というふうに言えると思いますね。この学級担任の1日でそういう状況って結構ありますよね。トラブル解決の話し合いのポイントは1つ目、事実を確認する。2つ目、反省すべき点を尋ねる。3つ目、謝罪を促す。4つ目、改善策を引き出す。そして5つ目、指導する。最後6つ目、フォローするということで、もうちょっとねこれ詳しく書いてあるんで、子どもたちのこの喧嘩のシーンで、上手に解決をしていきたいよ、導いていきたいよっていう方はですね、よければこの学級担任の1日を読んでいただければもう少し分かりやすくなるんじゃないのかなっていうふうに思います。でですよ、今のが解決のセオリーなんですけれども、今回はその事実確認をしたにもかかわらず、言った言ってない、僕はやったんじゃない、あっちがやったんだっていうのをずっと水かけ論で、言った言ってない論争が続く場合の状況ですね。さあこの時どうするのか、一つ目のセオリーとしては解決に導いていく、きちんと事実確認をしていくっていうのが定石なんだけれども、それでもうまくいかない場合がありますよね。このコメントの資産のよりうまくいかない場合、こういう時には実は解決をしないという方策がまだ教師には残されているんですね。これについて解説して今日は終わりたいと思います。これはどういうふうに指導していくかというと、結局事実確認をしても事実が明らかになっていかなかったんで、こんなふうに問いかけてあげたらいいと思いますよ。ここまで事実をしっかり丁寧に確認してきたけれども、見ていた人もいないし、君たち自身の言葉も食い違っているから、何が正しくって何が正しくないのかっていうのはこの場では明らかにすることができませんでした。できませんね。まずここまでいいですかって確認すると、子どもたちはこくりとねうなずくと思います。でもこれじゃモヤモヤして解決した気にならないから、前を向きましょう。未来の話をしていきましょう。今回のようなことが二度ともう起きないように、お互いが笑顔で過ごせるために、今回の件を踏まえて自分自身がどんなことをしていきたいだろうか、あるいは相手にこういうことをしてほしいな、こういうことはもうやめてほしいなっていう相手に対するお願いみたいなことがあったりするでしょうか。ちょっと聞いてみたいと思います。まず相手にお願いしたいこと、もうこれはやめてねとか、こういうふうにしてねっていうお願いありますか？ A さんどうぞ。もう僕のことバカって言わないでね。わかりました。そういう願いがあるんですね。B さんはどうですか？もう僕のことつねったりしないでね。なるほど。そういう願いがあるんですね。わかりました。これ絶対お互いも今後しないようにしようね。もう一個お尋ねしたい。あなた自身が気をつけたいこと、すべきことは何でしょうか？ A さんどうぞ。僕もうバカとかそういうこと言うのやめたいと思います。B さんどうぞ。自分も悪口言ったり陰口言ったり手を出したりするっていうことはやめたいと思います。なるほどね。そういうことをお互いじゃあ気をつけていきましょうね。今回の件に関してまだ納得いってないよ、もうちょっと話し合いたいんだっていう部分ある人がいれば正直に言ってくれて構わないよ。 A さん B さんどうですかっていうと、大体ね、もっと話し合いたいですっていう、そういうような子供あんまりねいないかなっていうふうに思いますね。で最後これで解散じゃなくてフォローしてあげたらいいと思いますよ。今回みたいに何か悲しい気持ちがあったらすぐに先生に言っておいで。先生は A さんの味方でもあるし B さんの味方でもある。両方とも大事な先生の子供たちだから、困ったことがあったらすぐに言っておいで。いいかなって
解散でいいと思いますね。これは正確に言ったら生徒指導的には解決はできてないんだけれども、本人たちの中で今後は気をつけていきましょうねって一応前を向かすことができたっていうことです。これちょっと言葉変えて言うと目的思考の考え方っていうことですね。物事の解決の仕方には大きく 2種類あって、原因思考と目的思考があって、原因思考っていうのはこれこれ昔こういうことがありましたね、こういうことがダメでしたね、じゃあそれやめていきましょうっていう物事の解決の仕方。もう一個は昔のことはちょっと置いといて、じゃあ今後こういうふうに改善をしていきましょうっていう未来を向く物事の解決の仕方っていうことですね。基本的には生徒指導の解決の方法は原因思考で、過去あったことを一つ一つ解きほぐしていって解決をしていったらいいんだけれども、それが難しい場合は原因思考から目的思考の方にギアを変えてですね、解決の方向性として走らせていってあげると、今回の件に関しては解決はしなかったかもしれないけれども、同じようなことを繰り返さなくて済むという状況に持っていくことができます。ただし今回のことに関しては解決はできていないので、 A さんと B さん両方の保護者に連絡が必要だと思いますね。今回こういうことがありました。事実確認がしきることができませんでした。迷宮入りになってしまいました。申し訳ありませんでした。ただ今後お互いが気をつける部分は確認し合って終わることができました。もしかしたらまだお子さん心の中でモヤモヤしている部分があるかもしれないので、よければ聞いてあげてください。でお母さんから見てですね、気になるところがあればまた明日僕の方に連絡してくださったらいつでも聞かせていただきますんで、ぜひ連絡よろしくお願いしますって言って電話切るとすごく丁寧かなっていうふうに思いますね。でもう一個ですね、ちょっと掟破りの方法もあるんだけれども、あえて時間を置いちゃうっていうことですね。事実確認をして水かけ論になっています。でこの時に感情的になってる子供が結構多いんですよね。迷宮入り、話がもうぐちゃぐちゃしてるし、子供たち感情的になってたらこれ2個ぐちゃぐちゃしてるんですよ。話の内容と感情がもうごっちゃごちゃになってるんで、こういう場合もうこれは迷宮入りだな、しかも感情的になっちゃってんじゃんっていうふうに思ったら、そろそろ授業始まるからちょっと時間空けてお互い落ち着いたらもう一回話聞こうかねっていうふうに言ってですね、2時間か3時間ぐらい空けてあげて、もう一回集めて話を聞いてあげると、確かに話の内容は入れ違ったままなんだけれども、もうお互いすっきりね、もうスカッと気持ち切り替わってですね、ニコニコお互いしながらねこっち来てくれたりっていうことも実はあったりします。はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、言った言ってない論争に終止を打つというテーマでお話をさせていただきました。1つ目が解決をするというねセオリー、生徒指導のセオリーの方法、そして2つ目が解決をしないという方法をご紹介させていただきましたが、でもこれ気をつけていただきたいのは、僕はですねこの解決をしないっていう方法を使うのは、生徒指導、喧嘩、子どもたちの衝突10回あったうちの1回あるかないかぐらいですね。基本的には10回あったら9回は目撃者がいようといまいと解決をするより丁寧に事実確認をしていきました。それはやっぱり先手の指導が必要だと思います。間違ったことを言わない、嘘を言わない、相手に対してここで感情的になって嫌な言葉とか使わない、お互い落ち着いて話をしていきましょうね。それが守られないのであれば先生は叱りますということをきちんと言って、落ち着いた話し合いの時間空間を設けていくと、必ず解決に近づいていくことができると思います。それでもどうしても難しければ解決をあえてせずに子どもたちを前を向かせて目的思考で物事を考えさせてあげるっていう方法もイレギュラーなやり方としてありますけれども、これがメインになってはいけないと思いますね。はい、いかがだったでしょうか。今日の動画が面白かったよ、役に立ったよっていう部分が一つでもあればですね、よければいいね、コメントしていただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。そして皆さんと同じ職場で働く同僚の先生いると思います。こういうような生徒指導案件で悩まれている先生方たくさんいると思うんですよね。でそのもう一つ一つの案件に対してどうすればいいのかっていうのはもうね、アドバイスを聞きたくてもアドバイスを聞けるような時間ってなかなかないじゃないですか。もしよければですね、そんな先生方にこの動画をシェアしていただけると少しかもしれませんがお役に立てるかもしれませんので、よければシェアしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。こんな感じで学級経営に関する動画1日1本配信しておりますので、お見逃しのないようにぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。またこちら学級担任の1日という書籍販売されていますので、この動画の概要欄からよければご購入ください。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級経営心から応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバイ。